はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回は2020年大学入試数学難問ランキング第1位の問題解説していきます。僕のね、独断と偏見で第1位勝手に決めちゃったんですけど、いろんな問題解いていく中でこの問題がね、難易度頭一つ抜けてるなっていう風に感じました。ただね、超難問といえどもしっかりと道筋を立てれば無理ではないんですね。ということで僕が初見の時にどのような考え方でこの問題を解いていったのかっていうことも合わせて解説していこうと思います。ということで2020年で一番難しかった問題は東京大学の第4問ですね。東京大学レベルの高い学生が多く受ける中で多くの受験生がこの問題の前に敗れたと。どういう問題かというと、nk を1小なりイコール k 小なりイコール n を満たす整数とする。n 個の整数2の m 乗から異なる傾向を選んでそれらの積を取る。k 個の整数の選び方すべてに対し、このように積を取ることにより得られる nck 個の整数の和を ank と置く。複雑なこと言ってるように見えて、実は簡単。例えば、a43 はこれであると。a43 ってどういうことかというと、このね、一つ目の4。この一つ目の4が、このね、数と。すなわち、2の0乗から2の1乗、2の2乗、2の3乗。この4つの数字で考えてるんだよってことね。この4っていうのは4つの数字。その数字っていうのがこの2の m 乗。すなわち2の0乗から2の3乗までと。で、次の3ね。次の3が何かというと、3個ずつかけるよと。3個ずつかける。つまり、この4つの中から3つ選んで、それらをかけたもの。それが 4C3 個選び方あるわけだけど、その 4C3 個の積を全部足したら120になりますよっていうことね。よろしいですかね。じゃあ、括弧1番。2以上の整数 n に対し an2 を求めようと。an2。要は、この n っていうものが何を表しているかというと、2の0乗から2の n-1 乗の n 個の整数について考えますよってことね。この n 個の整数の中から、じゃあ次の2っていうのは、2つ掛け合わせたもの。合計で nc2 個出てくるわけね。その nc2 個の2つの積ね。それをすべて足し合わせたら何になりますかと。そういう問題ですね。だから2の0乗 ×2 の1乗とか、2の5乗 ×2 の n-1 乗とか、そういったものを全部足し合わせると。この問題はですね、いかに基本問題を抑えてるか、これにつきますね。っていうのも、この問題ね、かなりね、似てる問題見たことありますよね。1から n までの整数で、これらを2つ取り出して、その積の合計を求めてください。そういう問題って見たことあるじゃないですか。基本問題ね、しっかりと入ってれば、そういう問題は見たことあるはず。それはどういうふうに考えるかというと、1から n まで足したもの、これを2乗するんだよね。そうするとどうなるかというと、1の2乗足す2の2乗足す、足す n2 乗。ね。この展開として、それぞれの2乗が出てくるほか、1×2、1×3、1×n とかね、3×4 とか。要は求めたいものを s とすると、その s が出てくるわけ。ただそれは s じゃなくて s の2倍ね。1×2 と 2×1、そのひっくり返したものも出てくるわけだから、2s という風になるわけ。これをそれぞれ求めてあげれば S は求まるよねっていう問題はやったことあるはずですよね。とすると、それと全く同じのことを2の0乗から2の n-1 乗まででやってあげればいいと。これ計算すると、まず2乗するのね。全部足したものを2乗してあげますよと。そうしたら2の0乗の2乗、2の1乗の2乗、2の2乗ね。2の2乗の2乗、足すで、最後、2の n-1 乗の2乗。っていうものが出てくるわけね。で、これの他、2倍の、それぞれね。要は an2 が出てくると。よろしいですかね。あとは、こいつとこいつをそれぞれ求めてあげることができれば、an2 を求めることができるわけです。じゃあ、これどういうふうに求めるのかって言ったら、2の0乗からね、2の n-1 乗まで足すっていうのは、これ2の n 乗 -1 というふうに求められるし、こっち側ね、こっち側の方は、諸項が、等比数列の和だから、諸項が1、項比が4だね。2の2乗の4。で、項数が n という風になってるので、等比数列の和の方式で、
4-1分の4の n 乗マイナス1というふうに求めることができるわけね。よって、an の2っていうものは、2の n 乗マイナス1の2乗からこれを引いてあげて、それを半分にしてあげれば OK と。これを計算して、3分の 1×4 の n 乗マイナス2の n 乗プラス3分の2というふうに求めることができるわけです。よろしいですかね。括弧1番は、とりあえずね、この an の2っていうのがどういうものを表しているのかっていうことをしっかりと理解した上で、この基本問題がちゃんと入っていますかと、そういった問題ですね。どんな難問だったとしても、しっかりとね、こういう基本問題のストックがあることによって、ってことは、この場合はこういう風にすればいいなっていう風に発展させることができるわけね。ストックが大事ってこと。それではね、続いて括弧2番。この括弧2番が本当に難しい。多くのね、受験生のがこの括弧2番見てもう何言ってるかわかんないっていう風にね、思ったんじゃないかなと思うんですけど、問題ね。1以上の整数 n に対して、x についての整式 fnx イコール1プラス an1x プラス an2x 乗プラス点々点プラス annxn 乗を考える。この時、これとこれを x についての整式として表せと。要は、こういう整式を定義するわけね。この時、この分数とこの分数を x の整式として表してくださいねっていう問題。このね、整式は、ここの部分に a が含まれるわけね。これをね、どう考えるか。もうなんか、an の2を求めるだけでも大変だったのに、an の1、an の n。もうこれよくわかんないよっていう風になりますよね。はい。これでね、諦めて。てか受験本番だったら一旦別の問題に移るっていうのは賢い方法ではあるんですけど、じゃあこの問題ね、解かなきゃいけないっていう風になった場合、どう考えていけばいいのか。これ難問でよく使う考え方なんですけど、これね、どうせこうなるでしょうっていう考え方をぜひね、持ってほしいんですね。要は、この問題ね、もう全くね、見たことない問題じゃないですか。全く見たことない問題の中で、じゃあ、この問題解けるはずなわけですよ。ね、問題として出てるってことは解けるはずなのか。ってことは、解けるって考えたら、どうせこうならなきゃいけないよね。っていう風に目星を立てていくと。要は、この問題ね。fnx っていうのは、これ n 次の式ですね。x n 乗。n 次式。で、n プラス1っていうのは、こっちは n プラス1次ね。n 次分の n プラス1次。もうこの時点で、あれじゃあ割り切れるはずだから、ね、整式っていう風に書いてあるわけだから、1次になるはずなんだな。もうそっからね、答えから逆算していいわけですよ。ね、整式っていう風に言ってるわけだから、一旦 ax プラス b っていうものがあるはずだなっていう風に考えると。ずるっちゃずるなんですけど、こういう A と B が存在しないと、この問題解けないよねっていう話。じゃあこの A と B を一旦うまい形で求めてあげた後に、じゃあそれがね、実際にこういうふうに割り切れるっていうことを示せばいいと。じゃあどうするかというと、これ分母払ってあげて、この形に直してあげるよ。そうすると、fn プラス1括弧 x っていうのは、1プラス an プラス1、1x。プラスっていう風にどんどん続いていくわけだよね。これが ax プラス b かける1プラス an1x プラス点々点プラス annx の n 乗と、こういう風になると。とすると、うまい係数比較だけで a と b 実はすぐ分かっちゃうんですね。まず b は簡単。1×b が1。ね、定数項を比較すれば b イコール1っていうのは一発でわかる。次。今度は最高時の方を見ていきましょう。a×an の n イコール an プラス1カンマ n プラス1。このね、an の n って何かって言ったら、n 個の数字があるわけね。2の0乗から2の n-1 乗まであると。で、その中から、n 個選んだものの積の和でしょ。それって、2の0乗から2の n-1 乗まで掛け合わせたものに他ならないよね。こっちも同様。2の0乗から
2の n 乗までの n プラス1個の整数を掛け合わせたものに他ならない。ということは、これかける a がこれになるっていうことは2の n 乗でしょ？ a は2の n 乗ということがわかる。よろしいですかね。だって2の0乗から2の n-1 乗にまでかけたものに2の n 乗をかけたらこれになるわけだからね。ということで、答えは2の n 乗 x プラス1になるはずなんですよ。こうなるはずだなっていうところまでがわかる。ただ、こっから先ね、これを証明しなきゃいけないっていうのはちょっと難しいよね。やり方としては、係数を比較してあげて、すべての係数について、この等式が成り立ってるっていうことを示していけばいい。今回の場合で言うと、x の形状の係数について比較していきましょう。x の形状ね。これ左辺は an プラス 1k だね。x 形状の係数は、左辺は an プラス 1k。で、右辺はって言われたら、2の n 乗 x プラス1かけるこれ。だから、2の n 乗かけるこの k-1 乗の係数。2の n 乗かける an-k-1。と、このね、1とこの x 形状の係数。だから an-k だね。これを示せばいいよというわけでね。これが示されれば、2の k について x 形状の係数が等しくなるわけだから、この等式が示されると。じゃあこれどういうふうに考えていけばいいかというと、これちょっとした工夫ね。an プラス 1k と an-k っていうものを見てあげて、この差を取ってあげるわけ。この差を取ってあげるとどうなるか。この an プラス1の k っていうのは、2の0乗から2の n 乗までね。この中から k 個の整数を取ってあげて、それらの積を足してあげたもの。一方、この an の k って何かというと、2の0乗から2の n-1 乗までの n 個の整数のうち k 個ね、取り出したものを掛け合わせた。それらの積の和なわけでしょ。とすると、これ引くこれって何って考えた場合、足りないものね。これに足りなくてこれにあるものっていうのは、2の n 乗を選んで、必ず2の n 乗を選んで、残り k-1 個数を選んであげたもの。2の0乗から2の n-1 乗までの間で k-1 個選んだものの積の和っていうものを考えてあげればいいんでしょ。よろしいですかね。つまり2の n 乗を1個選んで、残りが2の0乗から2の n-1 乗までのうちの n 個の中から k-1 個選んだものの積になるよというふうに言えるので、この等式が示されると。よろしいですかね。こういうふうに、ちょっとしたね、工夫をしていかなきゃいけないわけなんですけど、重要なこととしては、どうせこうなるでしょ ax プラス b っていうふうに割り切れるはずだよね。じゃあその a と b 求めてみよう。で、無理やり計算してみたら、本当にこういうふうにね、それぞれの係数についても示されたな。じゃあ OK なんだということがわかるわけ。ということで、難しいですよね。難しい。この問題は難しいんですけど、そういうふうに考えていけば無理ではないね。これ分のこれっていうのが2の n 乗 x プラス1と。こういうふうに求めることができるんですけど、これがね、分かると、全化式的に考えていったら fnx って求めることできるよね。因数分解の形で。すなわち、これ f1x っていうものが1プラス x なわけなんですけど、f2x っていうのは1プラス2の1乗 x かける f1x と。で、f3x は1プラス2の2乗 x かける f2x っていう風にいくわけだから、fnx っていうのは結局 f1x に f2x はこれをかけて、f3x はこれをかけてと。これを繰り返して、1プラス2の n-1 乗 x と。こういう風に fnx は因数分解できるんだよっていうことがわかるわけね。こいつはこういう風に因数分解できる。で、実はね、もう最初の時点で、この問題見た瞬間に、fnx って要はこういう風に因数分解できるよねっていう風に気づける方も中にはいるんじゃないかなと思います。かなり難しいけど、冷静に考えればそうだよね。だって、これのね、展開してあげることを考えたら、定数項は 1×1×1×1。で、一次の項ね。この一次の項は、ね、このうち x を1個だけ選ぶわけだから、2の1乗、2の2乗、2の n-1 乗を1個ずつ足してあげればいいわけ。
じゃあこの2乗の係数はって言ったら、2の1乗、2の0乗から2の n-1 乗までのうち2個選んでるわけ。それを足してるものだから、ね、an の2になってるわけでしょ。これ展開してあげたら、これになるなっていうことに気づくわけなんですよ。かなり難しいんですけど、これに気づけさえすれば、この1つ目の問題は楽勝。で、2つ目の問題。これを使ってあげれば何も難しいことはない。っていうのも fn プラス 1x と fn2x っていうのがそれぞれね、出せるわけだからね。fn2x っていうのは、ここの x に 2x を代入してあげればいいわけ。要は、ここが 2x、ここが2の2乗 x、2の3乗 x という風になるわけね。で、続いてこの fn プラス 1x は、ここの式について2の n-1 乗だけじゃなくて2の n 乗まで掛け算すればいいと。こういう風になるので、ここ約分できるよね。答え1プラス x という風に求めることができるわけです。よろしいですかね。この問題ね、どうせこうなるでしょうっていう風に見当をつけた上で、どんどん議論を進めていくと、そういった考え方が重要な問題でした。じゃあ、ラスト、括弧3番。ank 分の an プラス1、k プラス1を nk で表せと。こういう問題ですね。この問題もどういう風に解いていけばいいんだろうな。ここね、n と k どっちも違うわけだからね。これもかなり難しいわけ。でも、これも応用問題であるあるな考え方ね。これはね、多くの方気づくんじゃないかなと思うんですけど、誘導に乗る。どう考えてもね、このカッコ2の問題、なんでこれ出させたのっていう話じゃないですか。これ出させて、カッコ3突然ね、全く関係のない問題出すなんてありえないわけですよ。ということで、これカッコ3、カッコ2うまく使えるんじゃないのかなっていうふうに考えてほしいわけ。そうすると、このね、fnx 分の fn プラス1の x っていうものが、1プラス2の n 乗 x。こっちが1プラス x。っていう風に表せることを使って、an プラス1、k プラス1と ank っていうものの関係式を求めていきたいと。そういう風に気づくわけね。実際に式を羅列していくと、こっち側で言うと fn プラス1括弧 x。これがこういう風になるわけだけど、これが1プラス2の n 乗 x かける fnx ね。こういう風になるわけだよね。そうすると、今ね、an プラス1、k プラス1っていうものを出したいわけだから、これがね、出てくるのって、この左辺の方の xk プラス1乗ね。x の k プラス1乗の係数だよね。これを考えてあげると、左辺が an プラス1、k プラス1っていうのが出てくる。で、あとは右辺の方を考えてみましょう。右辺の方は、この1から派生するところは xk プラス1乗のところだから ank プラス1だね。で、この2の n 乗 x から出てくるところは ankx の形状。ということで、プラス2の n 乗かける ank と。こういう式が成り立つわけ。よろしいですかね。ここで n プラス1、k プラス1のものと nk っていうものがここに出てくるわけなんですね。ただ、この nk プラス1っていうものが邪魔でしょ。じゃあこの邪魔者をどういうふうに処理していくかって言ったら、もうここではどうしようもないから、もう一つの方も考えてみましょう。こいつね。こいつを考えてあげると、これイコールもう一つ式立てられるよね。こういうふうに fn プラス1括弧 x は1プラス x かけるこの x に 2x を代入したもの。こういうふうに展開できて、さっきと同じ理屈ね。an プラス1、k プラス1を出すために、x の k プラス1乗の項で比較してあげると、どうなるかというと、an プラス1、k プラス1イコール、こっちで言うと、ここが xk プラス1乗のところを比べると、2の k プラス1乗、nk か。nk プラス1か。で、こっちの方は x の形状のところと合わせるわけだから、プラス2の形状 ank と、こういう風になるわけね。そうすると、さっきとね、同じ形で、この n プラス1、k プラス1と nk、この関係式が出るわけだけど、この ank プラス1が邪魔なわけね。これ邪魔。
でもさっきのね、ANK プラス1邪魔だな。ということは、この2つの式を使って ANK プラス1を消去してあげればいいよね。よろしいですかね。さっきの式、ここに並べてあげると、こういう風になるわけ。そうすると、あとはこっちを2の k プラス1乗倍してあげれば、ここね、2の k プラス1乗揃って差を取ってあげると。そうすることによって、結局 an プラス 1k プラス1と ank の関係式が出てくる。差を取ると、下から上引くとね、2の k プラス1を引く1。an プラス1、k プラス1っていうものが、ここが消えて、2の n プラス k プラス1乗引く2の k 乗ね。ank という風になるので、答え、ank 分の an プラス1、k プラス1っていうものは、これ割ってあげれば、2の k プラス1乗マイナス1分の、これ2の k 乗でくくると、2の k 乗括弧、2の n プラス1乗マイナス1と、こういう風に求めることができるわけです。こんな感じで、誘導にしっかりと乗っていくっていうことが重要な問題なわけなんですけど、実はね、これで答え出すと、満点ではないんですよ。ちょっとだけ減点されちゃう。これもね、またね、この問題を難しくしてるゆえんなんですけど、これ、今までの議論で一個だけ不備があるんですよ。っていうのが、これね、n イコール k の時、この式って成り立たないんですよね。なぜかっていうと、n イコール k の場合、このね、xk プラス1乗、すなわち、x の n プラス1乗の係数っていうものは、こっちで言うと、x かけるこれしか出てこなくて、1かけるこれっていうのがないわけね。1に対応して、x の n プラス1乗っていうものをかけたいわけだけど、出てこないわけ。ということで、この式が成り立たない場合がある。それが n イコール k の時なわけなんですね。ということで、n イコール k の時だけ別で考えなきゃいけないわけなんですよ。これがね、また難しい。これに気づければ、これをね、確かめること自体は簡単なんですよ。n イコール k の時は、an と an プラス1、n プラス1。この比っていうのは、an、n が2の0乗から2の n マイナス乗までかけたもの。これが2の0乗から2の n 乗までかけたものだから、2の n 乗っていうの風にすぐ分かって、じゃあこれは n イコール k っていうものを考えたら、ここ約分できて、2の n 乗だけが残る。だから、ここに含まれるよと。n イコール k の時も含まれる。この一言をちゃんと書いてあげないといけないというわけなんですね。ということで今回2020年でね、一番難しかった問題、東京大学の第4問解説してきたわけなんですけど、かなりの難問ではあると。ただ、一個一個やりたいことを考えていったら、解けなくはないなっていうことを思ってもらえたんじゃないかなと思います。数学の勉強でね、一番重要なことっていうのが、この問題に初見で出くわしたとき、どういうふうにアプローチしていくんだろうなと。そこをね、しっかりと分析していくことなんですよ。この問題も、括弧1、似たような問題から引っ張ってくる。そういう能力が必要なんだなと。で、括弧2番は、ちょっとわかんないけど、どうせこうなるんだろうなっていう発想で進めていく。っていうこと。で、括弧3番は、誘導にうまく乗っていかなきゃいけないな。で、ここで2つ求めさせたわけだから、こいつらをどうにかして、これと関連づけられないかなっていうふうに考えていく。こういうふうにね、初見で出くわした時も、こういうふうにアプローチしていけば無理ではないなと。そういうことを実感するっていうことが大事なわけですね。今回はね、その回答への道筋に重点を当てて解説してきたわけなので、しっかりと復習してもらえたらいいなと思います。2021年もいろんな動画上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。